こんにちは、みえこです。今日は底の形が六角形のたくさん物が入るカバンの作り方をご紹介します。こんな形をしています。そして中、こんな裏地使いましたよ。ちょっと秋の色になってきました。持ち手は細い紐で作りました。こんな感じに使いますよ。で、使わないときはやっぱり小さく畳めて便利です。では一緒に作りましょうね。まずキルト綿を用意します。接着できるキルト綿です。半分に折って印をつけます。そしてこの真ん中に大きな布を置いて、ここから始まります。3.5 センチ幅の布をどんどん縫い付けていきます。縫い代は7ミリですよ。これをキルト綿の端までいろいろな布を縫います。で、途中この端が布端が邪魔になったらカットしてくださいね。そして一番最後には少し幅の広いものを縫います。縫い代に縫い目が重なってしまうからです。こちら側も縫いますね。そして大きい布の下も縫います。次はこのような大きい布をそのまま乗せて縫ってしまいます。後からキルト綿と同じ大きさにカットします。最初にカットして縫っても大丈夫ですよ。この横もまちにあたりますが、ここも大きい布をそのまま縫います。はい、トップ完成しました。これで1枚完成です。そして2枚作ってくださいね。その後、刺繍をします。はい、できました。キルト綿から布がこのように出ていたらカットしてくださいね。次に紐を作ります。1センチ布端を折ってプレスします。
次に同じ長さの紐を乗せて、このように針で留めて、そしてミシンで縫います。布の端が出てこないように気をつけて縫ってくださいね。簡単にきれいに縫えますよ。はい、このようにできます。そしたらこのように紐の端がほつれていたらカットしてください。次に裏布を用意します。トップと同じ大きさです。では縫いますよ。紐をこのように、持ち手の紐をこのように5センチ外に出します。そして裏布を重ねてカバン入れ口を縫います。はい、このようにできますよ。そしたら2枚合わせて今度はカバンの横を縫います。半分できたようなものですよ。そしたらカバン入れ口に刺繍をします。これ大切ですよ。裏布が出てこないようになりますし、仕上がりが綺麗です。ミシンで縫っても OK です。はい、できました。そしたら裏布とキルト綿を接着します。全部つけないで、この底になる部分は少し開けてください。後から手縫いで底の布をまつるときに必要です。ではこの持ち手の紐を固定させます。このように折って印をつけます。5センチの印です。布の端をステッチします。カバンの形がこれで綺麗になります。4箇所縫ってくださいね。
はい、できました。それでは今度は底を作ります。キルト綿を用意します。そして裏布を重ねて接着します。裏布に接着します。次に表布を重ねます。茶色い布ですね。これを重ねてミシンで縫います。中央をまず1回縫って、あとは両サイド3センチごとに縫いました。このように両手でしっかり押さえてシワにならないように縫うときれいにできますよ。いつも同じ方向から縫うとシワが少ないきれいな底ができますよ。はい、できました。そしたら底の布をカットします。次に中央に印をつけます。4箇所つけてくださいね。そしたらこの布端から3センチ入ったところと中央の線をこのように線を引いてカットします。そして六角形を作ります。それでは仕立てます。まずこのトップの布の中央に印をつけます。表と表の布を合わせて中央の印を合わせたら、その両サイドをこのように針で留めます。次に六角形の一つの角を縫い線と合わせます。そしてこの余分な布をタックを取ってこのように角に合わせます。このように留めますよ。そしてミシンで縫います。布が縫い代から外れていないか確認しながら縫ってくださいね。角度を変えてこうやって時々中を見ながら縫います。半分だけ縫ってこのように
できます。一度に縫ってもいいんですが、このように半分ずつ縫うときれいにできますよ。次に裏返して裏側見ながら縫います。中央の印を合わせて、そしてその両サイドを留めます。で、余分な布はこのように角のところでタックを取ります。そしてミシンで縫います。裏布一緒に縫わないように気をつけてくださいね。はい、先ほどの続きから重ねて縫います。はい、先に縫った縫い線と重ねて終了です。はい、このようにできますよ。そしたら縫い終わった縫い線を隠すようにこのように裏布を折って手縫いでまつり縫いします。できました。はい、このようにできます。裏布を接着していない部分をアイロンで接着してもいいですよ。それからカバン入れ口はこのようにあんまり開かないので今回マグネットはつけませんでした。お好みでつけてくださいね。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。